ここはスタジオジブリさんとは大変近いところにあるんですけど、お二人はいらしたのは初めてなんですか？いや、前にこうサボって散歩に来たことありますけどね。お仕事サボって。そうですか。いつもサボってる。なんか懐かしいだとか、いろんな思いに浸れるところですよね。そうですね。こういうところが欲しいなと前からね、パクさんと話してたから、バブルのおかげでやっとこういうことができるようになったのかなと、バブル弾けましたけど。これ始まったのはだいぶ前でね、前こんなふうに立派っていうか囲い込んでなくてあったんですよね。あ、そうなんですか。何軒かね初め。その頃来て、それでジブリに来てから散歩がてら自転車でやってくるという。こっちの店みたいなのが並ぶようになったのは最近でしょ。最近。もっと向こうの方にある八王子のね、なんとか組頭がどうのこうのっていうそういう屋敷は古くあったと思うんですけどね。要するにこういう建物っていうのが文化財っていうか文化財っていうのかな、なんだろうね、歴史資料。まあでも文化財だね。そういうものとしての価値はね、本当に昭和の終わり頃になってやっと認められたんで、どこにでもゴロゴロ転がってるもんだったでしょ。はいはい。だから店の人はもっとハイカラな店に変えたいと思ってたりね、なんかしてるぐらいの類のもんだったから。じゃあ看板住宅なんかにね、立派な建築だと誰も思ってないわけだから、もともと。実際立派じゃないしね。高畑さんはやっぱりこういう建物お好きでいらっしゃるんですか？その看板住宅建築なんかに特別の愛着があるというふうな育ち方をしてないんですよね。だけどやっぱり面白いですよね。面白いって言いますと、やっぱりその時代その時代で商売であれね、なんであれやってきてるわけでしょ。そういうものがどうしてこんなふうになったんだろうかとかね。こういう建物はやっぱりほら生活の知恵に満ちてるんですよ。狭い空間をね、なんかどうやって使うかっていうんで、だからこういう筆っていうのはね、筆が全部入ってた箱なんでしょうけど、これね、筆が生活から随分消えてしまったから、今になってみるとびっくりしますけど。建物だけじゃなくてそれがすごいですね。ここは実際そこのいや、それで霧のそういうタンスを開けてみるとちゃんと筆が入ってますしね。これそういうことが嬉しいですね。そうやって保存してあることはね。お二人がね、やはりいろんな作品をお書きになりますから、この時代背景だとか、もちろん建物だとか当時の自然だとか、そういうものを思い出されるっていうよりも、やはりこう言っちゃなんですけど、勉強なさって、そして作品の上にも生かしていかれるわけですね。そうですね。その勉強しないとやはり皆さんに見ていただくっていう映画ができないですか？だってわからないですよ、こんなふうになってるなんて。記憶だけではやっぱりダメですか？いや、僕は大体記憶だけでごまかす方なんですよ。記憶にあるものだけで作ってるから。パクさんはもう。映像のその記憶力っていうのはすごいですよね。本当にすごいけど、記憶って記憶だけじゃないからね。それを実際に面白いものに仕上げる力を持ってる人ってなかなかいないんですよ。だからどうしても資料に頼る方がね強いんです。だけどその資料にとらわれますからね。そこら辺をね、あんまり資料はささっと探したりせずにやる人なんですけどね。それはすごいですよ。パクさんはね、勉強好きなんです。もうすごく。いや、だからそれ面白いんですよ。いろいろ調べるっていうこと自体がね。この仕事っていうのは運が良かったっていうか、いろんなことを調べて、あ、そうかとかね、こんなになってるのかとかっていうこと自体が面白いでしょ。だからその作品にどれだけ反映されるかは別として。いや、これはね、パクさんなんです。僕は勉強嫌いだから映画に入ったらほとんど勉強しないんですよ。パクさん猛然と勉強し始めるんですよ。最後絵コンテ切ってくれるのにね。それ後回しにして勉強してるんです。これで僕はね、自分の子供たちに言ったんですけど、パクさん見てて、大体ね、試験でできない夢を見たことがないって言うんですよね。不愉快で。そういうことありませんか？試験ができなくて困ってる夢。知らないけど。ありましたね。そういう夢見ません？ありました。できないで困ってる夢ってもう見ませんか？もう見ませんけどね。あ、そうですか。僕なんか見ますよ、まだ。追い詰められてくると。そう。それは励みにしてるんですよね。励みはしてないですよ。で、僕は息子に言ったんですけどね、勉強するっていうのも才能だと。勉強ができるってんじゃなくてね、ガリ勉するのも才能であると。才能がないやつはこれは大変な努力がいるけど成果はないんだと。我が家にはそういう才能はないって言ってしまったんですけど。
全然勉強するの苦じゃないんですこの人は。いやだから好きなことしかやらないですから偏ってる。でもそれはお互いこう言っちゃなんですけど共通点のようですね。やっぱり資料をとことん探して。そうですよ。その何も記憶に頼ってるとか言ってるけどね、やっぱり非常に強い好奇心を持ってね、そのものをたくさん見てなければとてもできないことですからね。それはもう勉強家ですよ本当に。いやそれは話をごまかしたくないんですけどね。僕はここでねこのテレビの見る人がいたらね、こう勉強って言うとね役に立つこととかためになることとかほらこれは勉強であるっていうのがあるでしょ。それからこっち道楽とか趣味とかね役にも立たないことってあるじゃないですか。で役にも立たないことにしかこう勢力が集中できないって人間がいるんですよね。あ、そうですか。僕そうですけどね。いやまあそうなんです。で首かしげてらっしゃいますよ。趣味で言うとね、僕は戦車の本読んでるとこんなも誰も評価されてないですよ。ね、だけどそう飛行機がいや役立ってますよね。ほら無理やりそれで商売やってるだけの話でね。でパクさんの場合ね民族学といろんな本読むでしょ。僕なんか一生かかっても一冊以上読めないような本を読んでるんですよ。そうするとねどっちが高等に見えるかと飛行機とか戦車の本を見てる方が不利ですよね。まあ比べてみるとそれはちょっと基準が違うんだよね。今ねその情報が多いでしょ。彼の言ってることはその情報が多い時にただ並列的にねこんなことがあるこんなことがこんなことがあるというだけで好きな人もいるんですよ今。かなりいるよね。そういうのはだからあんま面白いと思わないよね我々は。それは共通してると思うんですよ。やっぱりなんかこれが分かったとかねそういうことが楽しいんであってねこれとこれとこれを知ったっていうことが楽しいわけじゃない。やっぱりそうですね。その通りですね。でもそれに至るまではご自分でどっか足を運ぶんですか。それともただただいろんな蔵書を漁ってとかいろんな方法があると思うんです。なんか決定的に違うはずなのになんかどっかでね丸ごと知りたいっていうのはどっかに言ってましたよ。一つの町の成り立ちとかねこういう店のその建物もそれから住んでる人間も何を食べてるかもどういう商品並べてるのかどういうふうにそれを仕入れるのかどういうふうに支払いをね付け取りはどうやるのかとかねそういうことまで含めて分からないと分かったことにならないんじゃないかっていうふうな考え方に似てました。そういえば食事のシーンっていうのはどの作品にも出てきますか。大体出てきます。出てきますね。それやっぱり欠かしてはならないという思いからですか。でもほら朝のテレビドラマによく食事のシーンが出てくることなんでしょ。何かしながらなんか話してる方がいいんですよね。楽なんですよ。まず一つの大きいのはね食事だけじゃないけれど人間こうやって何も持ってないと喋るんだって難しいんですよ。偶然動くことですからね。日本人みたいにあんまり偶然動く以外に型があるわけじゃないしね。こんななんていうか仕草の。そうするとやっぱりできるだけそこをですねこういうのもしたくなるんですよ。いろいろやらせるとねこうやって飲んでるのをきちんと正確にやってればねその人が生活しながら喋ってるって感じが出ますよね。人物のキャラクターも出ますかね。そうするとそれ出ることもあるでしょうね。その食べ方なんか癖のある食べ方はしない限りは出ないですよね。そういうことなら出ると思いますけども要するに何て言うんだろうなるべくこの世界は本当にあることなんですっていうふうにね見てるお客さんに二次元の世界でだんだん分かってそういう思い込んでもらうための道具だってもあるのかね。それがやっぱり欠かしてはならない食という作業なわけですね。いや食とは限らないけど皆さんの作品なんかの場合だったらかなりなんていうかな飛躍も大きいような作品でしょ。そうするとそれを支えてるのがねやっぱり人間がちゃんと生きてるということが支えになってなくちゃいけない。でその中で食べてるのももちろん大事な意味がありますよね。そういう生活感というかなその人がちゃんと生きてるんだなということがあって初めて次の飛躍なり何なりがやっぱり用意されるんだと思うんですね。それがただ飛躍してるだけだとね地についてないから信じられないっていうかいいものにならないんじゃないかと。パクさんは特にそういう方向に興味を持ってるんだと僕もそうなんですけどねやっぱりなんか一つの社会っていうのが生きていく時のただの生産関係だけじゃなくてどういう習慣とねどういう道具を使いねどういう知恵の累積と愚かさの累積の中で
文化っていうのは存在してるかとかね、人が暮らしてるかっていうのがにやっぱり興味があるんだと思いますよ。で平成6年は今度お二人の作品はタヌキですね。僕じゃないこちらの作品ですよ。これは作品は宮崎さんが企画ということですか。企画になってますけどね、タヌキだって叫んだだけなんですよ僕は。800矢タヌキっていう。いやなんかね、なんか時代が変わったっていうのが変わる始めたっていうのは何年前から感じてたんですけどね。なんかこう深刻な問題はいくらでも増えてくるんだけど、多分その深刻な問題を忘れることをね忘れさせるような作品を作るっていうのは無理なんですよ。深刻なことを踏まえた上でもうとにかくここで生きていくしかないやっていうね、開きのあったところでいくとタヌキあたりがぴったりじゃないかなっていうね勝手に思っただけなんですけどね。で僕はこう800矢タヌキの話で、なんか800矢タヌキとある豪傑がね知恵を出し合ってなんかその争うって話があるんですけど、それはパクさんはこういうのダメっつって、その後は全部パクさんが作ったもんですからね、私は感知できないやつ。いやそのなんか今タヌキだなっていうのは初め僕はあんまり分からなかったんですけどね、だけどやり始めてからすごく感じるようになってね、その題名もだから平成なんてね、平成っていうようなその言語っていうのはあんまり私は好きじゃないんですけれど、にもかかわらず平成タヌキ合戦っていうとね、なんかぴったりの気がしてね、この時代が何かなんていうかな、今タヌキをやるのは意味がなんかよく合ってんじゃないかなっていう気がずっとしてますね、このやってる間中。やっぱきつめじゃないんですね。違いますね、違います。日本人は今全部タヌキですね。タヌキってどっかでね、なんかいろんな見方があるでしょうけどね、それでただ僕は一つの動機に子供たちにね渡すべきものをほとんど渡さなかったなって感じなんですよ。タヌキが？いやタヌキだけじゃなくてね、いろんな地味猛量はねこの島にあったのに、水木しげるさんがいろいろ頑張ってるけど、でもそうじゃない、もう少しねこう能天気なものとしてそのいろいろあったのが子供たちに伝わってないっていうね、プツンと切れちゃったって感じがするの。高度成長経済から切れたんじゃないかなって気がなんかしてるんだけど、例えば岩見重太郎って知ってます？知らないでしょ。田原淘汰って知ってます？紫頭巾は知ってますよね。鞍馬天狗ぐらいの知ってますね。鞍馬天狗とか。だけど岩見重太郎なんてものすごくこう親しい豪傑だったですよね。それがある僕らの子供の時には当たり前のものだと思ったものが、例えばその母親たちは私の母親たちはね、そのタヌキが化かすとかムジナがどうのこうのとか、ムジナとタヌキの違いはいかなるものかとかね、そういう分かったような分かんないようなようなね、そういう話を随分してくれましたけど、それが信じてるのと信じてないのとその境界線でそういうことがあってもいいんじゃないかと思いながら生きてきた。そういうものがねなんかこう伝わってないですよね。妖怪大戦争みたいな形で伝わっても。だからこういろいろこう渡さなきゃいけないものが残ってんじゃないかなっていう感じはあったんです。文福ちゃんはだけだとね、これもうほとんど耐えてるでしょ。そう耐えてるよ。見せ物やって金儲けだったってね、あんまり大した感じしないもんね。今やその親が子供に伝えるんじゃなくてね、そのテレビで言うと昔話とかね、そういう形でそのテレビで伝えてもらってる、そういう感じになってるんですね。これはあれですか、やっぱり今のようなお二人が会議でもないでしょうけども、お二人で会った時にああしようこうしよう、そうだねああだね、これは君に任せるよ、全然違う。そういう作り方じゃないですか。そうなったらですか。絶対決まらないです。そうなんだ。絶対決まらない。譲らない。これは複雑な関係でして、この画面に入ってませんけども、鈴木某プロデューサーといましてね、で彼がその真ん中に入ってるんです。直接会ったら絶対意見まとまりませんからね。そうなんですか。彼がスタジオジブリというものの情勢も踏まえた上で翻訳して伝え合ってるんです。宮崎さんが企画してこういうものっていうんで、それを高畑さんにメッセージと比較して、これはねいかにもねかっこよく見えますけど、そうじゃないんですよ。こっちがぶつけた思い出したのはその800矢タヌキがそのなんとかっていう豪傑とねこう揉み合う話なんですけども、そうじゃなくてこういうもんだなっていうのが出てくるまでに半年ですね。その間構想を練ってらっしゃる。やっぱりタヌキっていう
お話聞くでしょ。そしたら自分でやっぱり考えなきゃダメですよね。なんでタヌキ出してきたのかなってそこから始まるわけですからね。そうするとなんで宮崎さんがタヌキを出してきたのか、そこを読むわけですね。いや、そうじゃなくて、読めないですけどね。そうじゃなくて、パクさんは自分がタヌキをやるならどういうふうにやるんだろうってことを考えるんですよね。タヌキに関心があったのも嘘ではないんですよ。その間違いなんていうかな。なんか800夜タヌキって言ったら何年前パクさんがいや、それはね、その青のタヌキ合戦なんですけどね。なんていうか、やっぱりさっき皆さん言ってたけど、これはちゃんと伝えてもいいんじゃないかっていうものがこうゴロゴロしてるんですよ、日本の中にね。でしかもその化けたりどうのっていうのは安っぽく見られるかもしれないけど、アニメーションが得意技でしょ。そういうものはちゃんと作っといた方がいいんじゃないかなってね。それはいわゆる昔の話のままのつもりだったんですけどね。でそれは自分が作るとかっていうより、アニメーションをやってる連中がそういうものを作る必要があるのではないかっていうようなことに過ぎなかったんだけどまあでもタヌキの話って面白いですからね、いろいろ。そうですね。かだからっこよくないんですよね。なんかできないかなって思ってね。かっこよくないのはいいですね。かっこよくないですか。僕はよくないです。今の時期にあったんだと思いますよ。ああ、なるほど。ところでお二人はお互いのことをどう思ってらっしゃるのでしょう。高畑さんは宮崎さんをどんなふうに分析なさるんですか。やっぱり、そんな分析なんかしないですけど、感じてらっしゃることをどうぞ。いや、感じてるっていうやっぱり人のことはあんまり言いたくないんですね。やっぱり仕事の上でこんな仕事のできる人いないですからね。その仕事できるっていうのは彼が今持ち出してるようなものをやってますね。そんなものは誰にも作れないんですよ。でそういうことでいうと前から言ってたんだけど、たくさん仕事してほしかったのね、次々と。でそんなふうに思う人ってあんまりいないんですよ、他に。だから、ものすごく貴重な人だと思ってるわけだけど、なんていうかな、そっちが大事ですね。やっぱり人のことっていうのはそれはいろいろね、だって付き合ってるんだからそれはいろいろありますよだけどそういうことじゃなくてね、やっぱりアニメーションの世界で今世界全体を見渡してもね、宮崎作品のようなものっていうのは出てこないですか、どっからも。そういうね、そういう責任があると思うんでそういうものを作る。こういうことでしょ。そう言っときながらね、僕長いスケジュール使って予算使って映画作るんですよ。それはちょっと悪かったです。毎回。それでね、スタッフがボロボロになって終わるんですよ。僕らはね、どっかで採算とかそういうものだけじゃないですけどね、そういうことにいつも漬物石のようにそれが乗っかってね、映画を作んなきゃいけない、そういうスケジュールを守んなきゃいけない、予算がいくらだとか、そういうこと抜きには仕事できないものですから、そういうものから離れて、それでそのスタジオが潰れようが国家が傾きようがね、この作品を作りたいんだってやつをやってみたいっていう気持ちはどっかにあるでしょ。あるもんですよ。本来はやっぱり大人数で作るよりも本当に一握りの人間で気が済むまでその画面を作っていくっていう仕事であってもいい側面を持ってるはずなんだけどね。あまり期限付きなしで。そしたら多分僕らは一本もつかないでしょうけどね。パクさんもものすごい怠け者だし、僕も基本的にそうですから。だけどそうでありたいっていう思いはね、やっぱり何かにやり残したこととして残ってるんですよ。全然アニメーションじゃないんですけども、記録映画をね作った時も、これはもう本当にね、絶対回収不能、回収しない、回収ゼロの方がいいとかねそう思ったらね、これはね気持ちよかったですね。精神衛生上ものすごく気持ちよかった。最後に今年の抱負を語っていただきました。今年の抱負はもうパクさんとしなく何としてもね、何としてもやる映画を間に合わせてほしいですね。そうですね。初号6月10日頑張ります。高畑さん。それを頑張るというのが人の抱負を僕が喋ってしまった抱負じゃなくて、これは責任ですね。そうですね。出来上がりを楽しみにしてます。そうですね。僕も出来上がることを楽しみにしてます。出来上がるんだろうかと思います。どうもすいませんでした。ありがとうございました。新春にふさわしい夢の対談いかがでした？
お二人の作品に込められた旺盛な探求心、あふれる熱意、お分かりいただけたと思います。これからもお二人のご活躍が本当に楽しみです。